やばない？ちょっと過去一のソワリョンなんだけど、そう。今日は私、サイゼリアに行ってきて、テイクアウトをしてきましたー。イエーイ。テイクアウトは初めてしたんですけど、できるんだみたいな。てかさ、サイゼリア安っ。びっくりしたんだけど、私マジで衝撃的すぎてびっくりしたんだけど、ピザとかさ、一個一個さ、全部さ400円とかだよ、この大きさで。やばくない？これはソーセージのピザ、コーンのピザ、マルゲリータ、ミラノ風ドリア、辛味チキンかな。辛味チキン辛いのかな。でこれがイタリアンプリン。これ一番楽しみ一番楽しみそれかいみたいな。ちょっと待って、やばいね。ちょっと待って、豪華すぎん。全部でさ、だって2040円。2040円でこの量はやばくないですか？やっぱサイゼリアってめっちゃ安いんだね。めちゃくちゃ嬉しいんだけど、ちょっと食べていっていい？ちょっとピザ最近マジ食べてないから本当に嬉しいんだけど、久々の爆食じゃない？私爆食とか言ってさ、いつもあんま食べれないからさ、量あんま食べれる人間じゃなくて、だからなんか爆食ではなくなってん。でも私これ2日ぐらいかけて食べる。私普通に多分。いただきまーす。めっちゃ美味しいんだけど。これ400円ってさ、普通にさ、オーケーより安くない？オーケースーパーより。ソーセージさ、めっちゃふんだんに乗ってんの。めちゃくちゃ美味しいんだけど。ちょっとミラノ風ドリア行っていい？私食べたことないの、ミラノ風ドリア。なんかこれめっちゃ人気だよね。みんななんかとりあえず頼みますみたいなこと言わない？これ300円なんだけど、マジで結構でかいよ、これ。これで1食になるんだけど、普通に。いただきます。うわ、めっちゃ美味しそう。いただきます。やばい。マジでうまい。ミラノ風ってそういうことかな。ちょっとボロネーゼっぽい味がする。うまっ。チーズとボロネーゼみたいな。うまっ。もうチーズ好きからとしては、チーズ好きとしてはたまらんですな。ちょっと待って、これ普通にさ、2000円でマジで合成パーティーできるくない？待って、これなんでみんなこれみんなやってんの？基本的に私が知らないだけかな。サイゼリアパーティーやばくない？やばいんだけど、ちょっとこの辛味チキンを初めて食べてみようと思います。辛いのかな？辛かったらちょっと怖いな。いただきます。めっちゃ美味しそうなんだけど、なんか冷凍の辛味チキンは今はなんか販売してませんって言われた。いただきまーす。辛くない。美味しい。ちょっとピリッとするかなぐらい。めっちゃ美味しい。私のさ、地元のさ、家の近くにはさ、サイゼリアなんかなかったの。だからさ、都会の学生たちはこの価格のこのクオリティのものがあったと思うと羨ましくて仕方がない。マジで羨ましい。ファミレスあんま安いイメージないもん、私。めちゃくちゃ美味しい。待って、ちょっとどれも美味しすぎてどうしようって感じ。やばい、これはちょっと待って、結構食べちゃうと。今さ、実家に帰るからさ、もうそろそろちょっとダイエットしようと思ってたのに、全然真逆のことをしております。マジでさ、美味しくない？これとかピザとかも。普通に店頭で販売してる価格と一緒だったはず。電話で予約するか、サイゼリアに直接行ってレジで注文して普通に待っとった。イエーイ、コーンいきます。絶対美味しいじゃん、コーンなんて。あとね、キノコと野菜のピザだったかながあったんですけど、私キノコがあんまり好きじゃないのでこれにしましたよ。美味しい。待って、これ結構好き、私コーン。なんかコーンの甘みがさ、サイゼリアめっちゃあり。多分さ、ファミレスの中で一番お安いよね。多分お得よね。ロイヤルホストがちょっと高いのかな。ロイヤルホストも私あんま行ったことなくて、地元の家の近くにはココスしかなかった。それでも車で行かなきゃいけないぐらい。でもココスはめっちゃ好きだった。でもそんな安いイメージはないな。めちゃくちゃやばい。待って、これ全部食べれたらどうしよう。怖いんだけど。ピザはコーンが一番好きかも。もう私超肉食女だから、このソーセージもめちゃくちゃ好きなんだけど、コーンの甘みとトマトソースのミックスがやばい。皆様さ、おすすめのさ、サイゼのさ、メニューあったら教えて。今日は久々に年齢イコール彼氏いない歴あるあるを発表していこうと思います。第1弾はちょっと前にやったんですけど、本当に共感がやばすぎて、そうなのみたいな。てかさ、みんなどこにいるの？私の周りに本当にいないんだけど。年齢イコール彼氏いない歴。私だけなんだけど、世界で今のところ。本当にどこにいんの？私の中の年齢イコール恋人いない歴あるあるとしては、てか私あるあるなのかもしれないだけど、男性のことがマジでわからんっていう。私さ、兄弟も姉だけで、家族身近にいる男性って父だけだったの。だからなんか本当にわかんなくて、身近に男性がちっちゃい時からいなかったから理解できてないんだよね。なんかこういう人が多いよみたいな、傾向しか言えないけどさ、いろんな男性がいるから、そりゃそういう感じで考えるんだみたいなのがマジで未だにわかんない。で、学校とかもさ、基本なんか、中学とかは共学だったけど、高校とかはもうなんかクラスに3人しか男性がいなかったから、男の子がいなかったから、単純に知識と経験がなさすぎるって感じがマジで最近気づいた。私の中の年齢イコール恋人いない歴あるある。私のでもね、みんなのねインスタで募集して聞いたやつがもう
もう分かるすぎて、もうやばかったの。もし年齢イコール恋人いない歴の方がいらっしゃったら、もう分かるってうなずきすぎて首がもげるから、マジで気をつけて。私は本当にもげかけた。出会うのめんどくさいと思う時と、めっちゃ恋愛したいって思う時が波のように来る。分かるね。えでもちょっと待って、私本当に最近さ、波がなくなってきたの。20代ぐらいまで、30代前半ぐらいまではあったの、波が。季節とかによってさ、よくあるって言うじゃん。なんか冬になったら人肌恋しくなって、なんかクリスマス間近とかめっちゃみんな作りたくなるみたいなのってよく言うじゃん。とかさ、あと夏はやっぱ夏祭り行きたいしとかってなるじゃん。マジでなくなるからね、本当に。わかんない、人によるとは思うんだけど、私はなくなりました。今一時的になくなってるのか、もう死ぬまでないのかわかんないんだけど、なんか本当に波がマジでなくなっちゃった。なんか焦りとともになくなっちゃったの。焦りもなくなっちゃったからさ、まあ別に自分的には楽なんだけど、いいのかなみたいな感じになっちゃった。そっちパターンの人もいるかも。もうなくなっちゃった人みたいな。もう波すら来ないみたいな。ずっとさざ波みたいな。いやでも私もめっちゃあった。なんか異常にアプリ入れまくる時みたいな。入れまくるってかアプリをめっちゃ頑張る時期みたいな。で突然スンって何やってんだろうみたいな。あるよね。めっちゃ波なんだろうね。付き合ったら妄想したらなどの恋バナでの自分の意見は基本想像と妄想で話す。マジ許してお願い。許してくなませ。だってないんだもん、データがこっちとら、基礎データが。だからさ、もう妄想から引っ張り出すしかないんだよね。あとなんかドラマとかさ、なんかよく見るその雑誌とかみんなの経験談からそれはこうでじゃないですかみたいな感じで、もうこっちとらもう練り作り出すから生成しちゃうんだよね。生成妄想恋愛 AI って呼んでくれてもいいよ、全然。生成できるから私たち勝手に仲間にすんだって感じだよね。全然できるよ。多分私恋愛のストーリー書けると思うなめんなって感じだよね。ごめんなさい、なめてません。マジで私妄想力結構すごいよ。恋愛に限らず基本的な妄想力、基礎妄想力結構高め。私生きてます。うなずき祭りが止まんなかったからもうポンポンいくね。慣れてなさすぎて相手がしてくれたことに対してなんでしてくれたんだろうとか考えちゃいます。わかる？一個一個の行動にさめっちゃ意味付けしようとしない？なんかあれってさどういうことみたいな。あれって私のことを好きってことみたいな。私のこと好きってことみたいな感じで私はめっちゃポジティブだからどんどんそっち行くんだけど、多分ネガティブに行く方もいらっしゃるよね。なんかやっぱり私嫌われてるみたいな。可愛いけどね。好きバレやアピールが全くできず、一生片思いからの相手に恋人ができ静かに失恋する流れね、本当にさ、みんなさマジでさどうやってアピールしてんの？お願い教えてくれたまお何教えてくれたもれ何たもマジでさどうやってみんなアピールしてんの？じゃあ例えばさ好きな人がいますってなるじゃん、世の中に、世界に。じゃあさ何をすんの？どうしたらいいの？なんかもう絶対さ突然の好きですはさもうさ違うでしょ絶対。マジでさどうすんの？なんか LINE とかで駆け引きすんの？ねえむずいよマジで。なんでさ原始時代とかってさ多分そんなことしてないのにさしてたのかな。なんで今の現代の私たちはそんな行動テクニックが必要なの？恋愛するのにマジでむずいんだけど。でも俳句とか読んでたもんね、昔の人も。あれがテクニックだったんかな。やっぱいい俳句を書くことによってキョンいいってなるみたいな、女子が。やっぱ結構どの時代も必要な。まあそっか。なんかあれだよね、多分その原始時代とかはそのどんだけ狩りできたかみたいなのがやっぱ売りポイントみたいなとか、まあその時代によってあるんか。仕方ないか。じゃあちょっと優しくされただけで好意があるんじゃないかと淡い期待と緊張しがち。わかる私のこと褒めたよねみたいな。今私のこと褒めたってかさ、私が髪切ったの気づいてんじゃんみたいな。じゃあもう好きじゃんみたいな妄想急カーブ女だからマジでグインってどこからでも私持っていけるよ怖いよね。ごめんね、大丈夫。なんかその危害は加えないから、ごめん、私で完結してるからちょっとお願い、それだけは許してって感じ。もう頭の中だけは自由でいさせてみたいな全然急カーブで持っていけるよ、どんなことからでも。突然めっちゃネガティブになる時もあるんだよな。いやでも結局私のことは絶対好きじゃないよねみたいな。なんなのマジでわかんないけど、自分がわかんない。些細な返信もチャッピーに聞いてしまう自分の返信に自信がない。これめっちゃ最近のあるあるじゃない。現代のあるあるよね。いやでも私これ結構ビジネスというか恋愛以外でやっちゃうかもまあでも恋愛してないんでそれは恋愛以外になるんですけど、それはもちろんいやでもわかる。だってチャッピーベストを教えてくれそうだもんね
なんか自分でやってミスったら後悔するけど、チャット GPT に聞いてミスったらもう後悔しないなんかベストを尽くして無理だったんだったらもう仕方ないみたいなほんと自分のさあれに自信ないよね。わかる、マジで。だって経験値ないから、ふとした時に待って一旦冷静に考えようと、なんで自分に恋人がいないのか自問自答しています。わかる。でもさ、これってさ答え出ないんよ。だって分かってたら多分いるじゃん、多分恋人分かってないからいないのみたいな。だから私では答え出せないの多分てかね、これ誰にも出せない。だってなんかもう友達とかに聞いてもってか、友達とかとそういう話になってもなんか最初いつもで友達が渋い顔して終わるもん渋顔を披露してくれるだけ、友達がかもうなんかもう行動しまくろうみたいな、やっぱ行動だよで終わるこれマジあるあるね。いざ言い寄られたらなぜか気持ち悪く感じちゃう。こんな最低な人間だから一生恋人できない。そんなことないよ。最悪じゃないよ。最低じゃないよ。いやだってそれはさ、もうさいろんな感情がみんなあるから、なんかさやっぱ昔からのさコンプレックスとかさ、なんかやっぱ思い込みとかいろいろあるじゃん。やっぱ経験によっていろんな経験してるからさ、みんな今まで生きてきて。だからもうさそういう反応になっちゃうのはさ、別にさ責めることはできなくない？なんかなんていうの、もう感じて悪い感情なんてないから、そっからどう行動するかとかはまた別の話になるんだけど、なると思うけど、でもさもうこれ感じたから私は最低とかないから、本当にもうそんな自分を責めないでお願い。最低な人間じゃないですあんたは。でもねこれ結構あるあるよね。私もねなんかね大学ぐらいまで、でも結構もっと最近かな、20代後半ぐらいまであった気がする。なんか私のこと気持ち悪く、なんだろう、なんか最初性的な目で見られるのが怖って思ったりしてたのかな、ちょっともう覚えてないけど、でもなんかそういう感情私もあった。なんか私のこと好きなんて気持ち悪くないみたいな、こんな私のこと好きなのやばくないみたいな感情マジであったことあった。あるよね。わかる。これ結構あるあるなんじゃないかなって思う。かなりの女友達みたいに男の子と話せない。わかる。なんかさ違う生き物と意識しちゃうよね。違う生き物なのか基本的に、本当に。でもそんなこと言い出したらさってなるよね。嫌われたくないがやっぱ来ちゃうよね、やっぱ最初に。そうだよね。嫌われたくないって思い出したらさ、もうさ楽しくもなくなるしさ、その時間が苦しくなるよね、本当に。マジでわかる。周りのみんなはもう彼氏ではなく旦那がいるから彼氏欲しいとかフェーズが違う感じがして言えない。わかるめちゃくちゃわかる。本当にわかりすぎてもげる。たまたま私の周りには結構その既婚者の方が少なくて、お友達で。だからなんか私が恋人いいなみたいな話してても別になんかなんかみんなでもなんかお子さんとかがいるお友達とかにはあんまなんか彼氏欲しいとか言ってもなんて言うんだろう、なんか共有なんだろう、完全には共有できないよなとはなんとなく思う、感情を。どうなんだろうね。なんかやっぱ上とか下とか本当にないけどさ、なんかステージとかなんか人生のさここにいるから人間として上とか下とかはないとは思うんだけど、ただなんか感情の共有をちょっと難しくなってくるよね。なんか共通言語がちょっと少なくなるみたいな感じはあるよね、本当に。それマジでわかる。なんかまだその話してんだとか思われそうだよねね。でもうちらのスピードで行くしかないんだよね、本当に。人にね合わせたところでねなれるわけじゃないから、その人に。自分のことを自分が一番分かっている感じで生きてるけど、恋愛に関しての自分が分からなすぎて滅だよね、マジで。分かる、本当に。いやでも私自分のことが自分が一番分かってんのかな。私分かってない気がする、本当に。人が一番分かってるとも思わないけど、全然今でも自分の分かんないとこいっぱいありすぎて、誰が私のこと一番分かってんのってマジで思うよねでも自分のことは一番自分が大切にしたいなとは思うんだけど、でも分かってあげられないこと今でもいっぱいある、本当に。長いこと付き合ってる彼氏いそうなのにねっていう言葉をもらいがち。ちょっと嬉しい。それすごくない？私言われたことない、一度もつらーいそうに見えないんだろうねいやそれはね結構素敵だと思う、本当に。なんかいやわかる、そういう女性いらっしゃるよね。なんかずっと愛されてらっしゃるんだろうなみたいな、彼とか恋人とかに。わかる、めっちゃその雰囲気私なんとなく感じる時ある、女性に。でもそれ素敵じゃない？なんか素敵、ちょっと嬉しいもん、マジでわかる。実は同性愛者かもって思う。わかるもうわかりすぎてやばい。今は私多分違うんだろうなって思うんだけど、でもなんかね、わかんないの。時代によってさ、価値観変わってくんじゃん、世間って。世界って。だから、なんていうの、じゃあ、女性同士とかでも子供が産めますとか、
女性同士での結婚がもうなんていうの、5対5ですみたいな、5対 5?50-50 ですみたいな、もうなんかてかなんかもう本当に好きな、なんかもうなんか関係ないですっていうのが通常になったらもう分かんないかも。今はなんかその固定観念みたいな、固定概念みたいなのあんじゃん。やっぱなんか基本はまあ女性はまあなんかみんな基本異性愛者が多いんだろうなみたいな、やっぱ思い込みというか、まあちっちゃい時からさそうやってやっぱ教わってるから、いろんなもの見たりとかね、ドラマとかだからさ、やっぱさどっかでやっぱあるじゃん、うっすら。でもそれが消えた時になんて言うんだろう、なんかね、めちゃくちゃ素敵な女性同士のカップルがいらっしゃって、アメリカの多分ロスに住んでらっしゃるカップルなんだけど、本当にね美なの。2人ともマジで美で、ちょっとマジでおすすめする。ここに貼っとく、このチャンネルなんだけど、これ見て私結構概念が変わったの。なんだろう、それまではなんかもう本当に勝手な思い込みで本当に申し訳ないんだけど、なんかボーイ、ちょっとショートカットっぽい、ちょっとかっこよめの女性と、なんだろう、可愛めの女性みたいな方が多いのかな、カップルってとかって思ってたけど、この2人はマジでなんかもう美と美なの。美と美の共演みたいなだからなんかなんて言うんだろう、なんか価値観がちょっと変わったの。別に女性のままで女性を愛してるんだみたいな。いやいや、そのショートカットの方が女性のままで女性を愛してないとかじゃないんだけど、なんて言うんだろう、マジで人間として愛してるのかなみたいな、わかんない。これはねマジでね、私多分死ぬ時まで言えないかも。死んでも言えないかも、自分が異性愛者ですって。だってみんな言える 100%。 だってさ、どうすんの、なんかその同性のさ、めちゃくちゃもう自分のドンピシャな人間が現れたら、私なんか何事もさ 100% は言えないわ、やっぱ。でも基本的には私は恋愛対象は男性なんだろうなとは思うんだけど、わかんない。例外なんていくらでもあるからね、この人生。なんとも言えない私は。だし別にそんな 100% 決めなくてもいいかなとも思う。別に周りを見て焦る日と自分は自分だからって日がある。わかる。生理前やばいよね爆裂さ、人と比べまくらない人がもうキラキラ輝いて見えるみたいな。私なんかどす黒くねみたいな泥の中にいますけど私今みたいな。マジでわかる。なんか全部がさ嫌に見えたりする時あるよね。全部がダメじゃんみたいな、何もうまくいってないじゃんみたいな。ほんとわかるわ。でもね、そうかと思えばケロッとね、なんか人生楽しいみたいな感じになる時もあるから、ほんとわけわかんないよね。一人時間の楽しみ方を知りすぎている、そうなの。楽しいんだよね、一人って結局。楽だしね、結局。人といるのも楽しいんだけどね、でもずっとだとね、まあずっといるってことじゃないけど、付き合ったら楽しいよね、一人でいろいろできるもんね。私結構極めちゃってるかも、最近マジで。30代過ぎてからマジで極めてる、一人を。何でもできるできない。てか特に日本ってそうじゃない。一人でいても別に何にもバッシングされないじゃん。なんかご飯屋も一人で行っても別になんとも、なんか誰もなんかとかならないし、全然なんか、なんだったらテーマパークも一人で行こうと思えば全然行けるし、何がいけないかな、一人で。東京は特にそうな気がする。何だったらいけないかな。結婚式とか一人でできないよね、多分私マジでそれぐらいじゃない、本当に。あとは別にできるくないって思うもん。なんだろう、デートとか。デートも、なんだろう。マジで何でもいけるかも。お祭り意外とあんま一人で行かんかもな、私は。一番楽しみだったイタリアンプリンをいただこうと思います。これさ、テレビとかでもさ、めっちゃなんか、なんだ、ジョブチューンだっけ、なんかさ、イタリア人が評価するやつだったっけ、なんかさ、なんかでさ、めちゃくちゃ高得点出してた気がするんだけど。いや、めっちゃ美味しそうなんだが、見た目はめちゃくちゃ普通のプリン。こんな感じで下にカラメルが入ってて、めちゃくちゃ美味しそう。ちょっとこれ冷凍、ちょっとまだ硬いのかな。いや、いけるね。多分元は冷凍だと思います。いただきまーす。最高。待って、幸せが口の中に広がってる。これさ、家で食べれるのやばくない？これちなみに240円です。でもコンビニとかで売ってるプリンとかもそれぐらいだよね、多分。美味しい。カラメルたまらんね。これさ、マジで自分の頑張った日のご褒美とかに本当にいいかも。これプリンだけとか買って帰れるのかな。最高じゃん。マッチアップで過去の恋愛話聞かれると若干惹かれてる気がする。中学からいないアラサー。逆に中学でいたのすごいね。しっかり中学からいませんってお話ししてるってことだよね。誠実。私なんかいつもぼやかすもん。なんか長い間いないですかねみたいな1回目だよね。で、なんか仲良くなってきたら話そうって思ってるんだけど、仲良くなったことがありませんねえ、むずいよね。惹
かれるよね基本ね。いやわかんない、私たちが勝手にさ惹かれたって思ってるだけかもしんないけど、でもなんか引いてる感じがするんだよねでもさいないかったんだもん、仕方ないじゃん引かないで。男っ気なさすぎて周りからもはやそういうこと聞かれなくなる。いやでもありがたいけどね、聞かれたところで何もないんで何もないのにさ聞かれてもさマジ提供する話ないからさ申し訳なくなるよね。なんか私も親戚とかで一切聞かれないですね。おばあちゃんの家にお泊まりした時に「あんた全くおらんかったっちゅうことはないやろ?」って言われて「いや全くおらんかったんや」って言って私は言ったらなんか「そんなことないはずやけどな」みたいな。おばあちゃんの時なんて何人にも告白されたよみたいな。それどういうことみたいな。おばあちゃんそれ何事みたいな。お見合いもめっちゃ申し込まれてみたいな。おばあちゃんのモテ自慢聞かされましたね。88歳の可愛かったの。でもさ今だからこそさなんかあんまりさ親戚とかの方とかもさあんま聞いてこなかったりとかさあんま責めたりとかしてこないじゃん。まあちょっとその親戚にはよるんですけども、でも昔だからもう30年前とかまあでも10年前でも多分そうだと思うんだけど、でずっと独身でおられた方って結構肩身狭かっただろうなって思うよね。本当に結構辛いことも多かっただろうなってマジで思う。私結構そのおばかなあのおばあちゃん誰だったんだろうなんか時々いない親戚であのおばあちゃんってどこの誰だったんだろうみたいな。そうなんかね親に聞いてもどこの誰だか分かんないのあのおばあちゃんなんか誰々のお兄ちゃんのなんちゃらのかんちゃらのみたいな正解がいつも分かんないの。まあでもそのおばあちゃんとかはずっと一人でしたね。でももう90とかだからね、なかなか嫌なこととかも言われただろうなって思いますよね。少女漫画みたいな恋愛求めがち。少女漫画みたいな恋愛か。ちょっとさ皆さんもさおすすめの少女漫画あったら教えて。マジで最近ちょっと読みたくなってきて、リアルにキュンキュンしたい切実すぎるって、切実すぎる。もうあれだ、現実でキュンキュンできないから、もう学生じゃないやつが嬉しいな。ちょっと学生だと私感情移入できない、さすがに。でもな、社会人とかになるとなんかリアルになるよね。やっぱ学生のやつ読もうかな思い出せばいいもんね。あ、こんなんあったみたいななかったけど無理やり恋人を作りに行って無理やりその人のことを好きだと思い込む、そして失敗する。わかるねえ、無理やり好きになれるわけないのにね。なれるのかな。いや本当になろうとする時あるよね。いや私にもできるはずできるはずみたいな、私も好きになれるみたいな。で最終的にってなってるみたいな。待って、ちょっと優しくされただけで好意を向けられたと思い込み結婚生活まで妄想する。かっこ今これ私は一時期気になる方ができると生命判断みたいななんか生命判断なんていうのあれ、なんか生命判断違う、なんだっけ、相手のフルネームと私のフルネームを掛け合わせてっていうかなんか打ち込んで相性を見てましたね怖っこの2人の恋愛はこうなりますでしょうみたいな感じとか見てたね。なんかでなんかそうなんだみたいな何なんだろうねあの時期。マジで暴走シーズンあるよね。本当にあるめっちゃある。結婚生活まで確かに幸せだろうなとか考えちゃうよね。結婚生活まで。いやほんとよ、わかる。恋に恋してる自分が好きなんだよって20代の頃に言われてから恋愛する自信がなくなりました。何それ。いいじゃん、恋してる自分が好きで。20代なんてさみんな恋に恋するだろう。てか何恋に恋するって意味が分かんないんだけど、男性とキュンキュンしてる自分が好きみたいな。いいじゃん、だって可愛いもんキュンキュンしてる女子なんて。いいじゃん。過去彼氏いたってついた嘘を覚えておかないと辻褄が合わなくなるそれなこの人にはいたことないってずっと言ってたとか、この人にはなんかいたかもみたいな雰囲気でやってたっていうのをちょっと記憶しとかないとなんかいやそれはってなるよね。わかる。私一律で恋愛の話をしないようにしてる、基本的に。ぐちゃぐちゃってなるから、こういうなんかつじつま的にも。なんか美容師さんとか特にさ、なんかそういう、まあでもどうなの、なんか東京の人ってあんまりその恋愛の話にあんまり突っ込んでこないような気がするんだよね。美容師さんとかそういうなんかエステの方とか、そういうなんか深い関係じゃない人、ちょっと失礼か言い方がなんて言うんだろう、まあ浅い関係の人ってあんまりそんな聞いてこない気がするんだよね。だからも
マジで一律で話してない、私は恋愛の話を。そもそも学生の時に恋人はいた時期あったけど、いろいろあって最近はあんまりみたいな設定にしている。これ一番いいよね一番無難よね。だから私もマッチアップとかで結構長年いなくてみたいな、何年ぐらいとか言われても何年だったかなみたいな、そんな忘れることあるかいなって思うんだけど何年だったかなみたいな、めっちゃいないみたいなねえ、嘘つきじゃん、やだー。飲み会で恋愛話になった時が地獄。自分に話題が振られないように必死で切り抜けます。これどうやって切り抜ける？私切り抜け方が未だに分かんない。てかでも私はもう YouTube で行っちゃってるから、飲み会が私でもそもそも行かないんだけど、そうね、その私が恋人ずっといないことを知らない人たちの飲み会だったらめっちゃきついかも。うわー、結構地獄だなそれ。私マジで嫌かも。ちょっと嫌だかも。何話せばいいかマジで分かんない。絶対恋愛の話になるじゃん、男女の集まった飲み会なんて飲み会なんてって言ったらあれだけど、飲み会とかさ、絶対みんななんかそういう話になってきたら私マジできついかも。だからあんま飲み会とか好きじゃないのかな何十代の時に恋人いたの質問に一応と大嘘をつくわかる大嘘つくよね。一応みたいな、みたいなてか何十代の時に恋人いたの質問って何？そうなんか聞いてくるの、なんか10代はいた20代はいたみたいなどういう質問これ。でも分かる、そんなん聞かれたら一応みたいな感じになるよね。だって引くでしょ、引いてくるでしょあなた方いちいちみたいなってやってくんじゃん。もう傷つくの、私そこで一回フックを別に作りたくないの、そこでなんでって聞いてくんじゃん。わかんない同世代です、結婚活しないといけないって分かってるのに多分本当は全然したくないめちゃくちゃわかる。私さ、皆さんさ結構さ結婚相談所をおすすめしてくださるんだけど、結婚相談所ってマジで結婚を真剣に今すぐにでもされたい方が行くところじゃないですか、真剣に。だから私そういけないなと思って、結婚したいのかもわかんないし、自分がそんな中途半端な気持ちで行くのはちょっとなんかいろいろ失礼というかさ、なんか変な感じだからさ、なんかいけないなって思ってて行ったことないんですけど、そうなんだよね。いやわかる、マジでこの多分本当は全然したくないもんめっちゃわかる。このわかる、マジでわかる、これやばい。そう、ほんとそう。いや本当にね、結構どれもさマジでわかりすぎてやばいのよ。私首もげてない？大丈夫？ついてる？本当に皆さんもう同志すぎて、私のでも本当一人じゃないよまあ一人じゃないから何って感じなんだけど、はい。でもあんまり自分を責めないで楽しく生きていこう、どんな状況だとしても。いやまあ全然悲しい時は悲しんでいいんですけど、苦しい時もあるし、全然それは全然無理にねポジティブにいかなくても全然いいんですけど、はい。なんかあまり悲観しすぎてもそれなりに楽観も取り入れつつ、いい感じの塩梅で楽しんでいきましょう。で時々こうやって自分にご褒美して楽しんじゃいましょう。本当に好きなことして、推し活でも好きな活動でもいろんな人生は楽しいことがあるので楽しんじゃいましょう。ということで今回も見てくださってありがとうございました。こちらは明日チンしてまたいただきます。めっちゃ美味しかった、マジで。どれも美味しかった。でも一番やっぱねイタリアンプリンが本当に美味しかった。食べ物部門だとコーンのでも待って、辛味チキンもめっちゃ美味しかったんだけど、ピザだとコーンのピザがマジで一番好き。また次の動画でお会いいたしましょう。ほんじゃあまたねー、バイバーイ、イエイ。